11月も後半に差し掛かり、いよいよ年末が見えてきました。年末になるとなぜかやりたかったことややるべきことが増えてきて、てんてこまいになることもしばしば。予定も増えがちなので時間が足りないように感じることもあります。そんな慌ただしい年末をゆとりを持って過ごせるように、今年は物だけではなく予定や考え方の断捨離も進めてきました。今日はそんな私が感じた断捨離の大きな効果を6つ取り上げてみます。1つ目の効果は時間が増えること。断捨離をすると探し物をしなくなります。鍵やハサミ、充電器、物の場所が決まっているだけで毎日の小さな迷子がなくなります。毎日1分探し物をしているとしたら、年間で6時間も費やすことになります。6時間あったら探し物じゃなくて好きなことに使いたいですよね。また迷いが減って決断が早くなることでも時間が増えます。服やコスメ、食材が定番で揃っていると、どれにしようと迷う時間が消えます。クローゼットやメイク、定番メニューのローテーションを決めておくことで、考える時間も思考力もセーブすることができます。ストックの在庫管理や買い物にかかる時間も減ります。消耗品の種類を増やしすぎないこと、そしてストックを過剰に持ちすぎないことで、あれやこれやと毎回買い物に行く必要がなくなります。ストックを使った時点で次のものを買えばいいだけなので、買い物のタイミングもつかみやすく、思考への負担も減らせます。洗濯や食器洗いのルーチンが回りやすくなるのも断捨離のメリットです。数が少ないので汚れ物は溜め込めません。すぐに洗う必要があるので汚れも簡単に落ち、洗濯や食器洗いにかかる時間も結果的に短くなります。毎日使う食器やタオルはしまわずにそのまま使うこともあるため、片付けにかかる全体の時間も短くなります。そして家族が自分で動けるようになるのも嬉しい効果の一つです。それぞれのものがどこにあるかが明確なので、夫や子供からあれはどこと聞かれることが少なくなりました。誰でも使える収納にすることで、細切れに削り取られていた時間が戻ってきました。断捨離の大きな効果の2つ目はお金が残ること。まずは重複した出費をなくせます。物がたくさんあると何を持っているのかが把握できず、同じ用途のものを買ってしまいがちです。断捨離をすると重複した買い物が減り、出費を抑えることができます。収納のための出費も抑えられます。物が多いほど収納家具や収納ケースが必要となる。でも物の数を減らすと入れ物も増やさなくてよくなり、その分の支出が丸ごと止まります。収納が増えなければ広い部屋もいらなくなり、家賃だって抑えられるかもしれません。断捨離のすごい効果3つ目は、掃除や片付けが楽になること。テーブルや床、棚が常にまっさらなので、すぐに掃除することができます。掃除に取り掛かるまでの工程も減るので、掃除にかかる全体の時間も減ります。小物や家具が少ないと、ほこりがたまる場所も減り、掃除の時間だけではなくて回数も減らせます。また、やりたいことに取り掛かりやすくなるのも大きなメリットの一つです。テーブルが常にまっさらなので、食事や勉強、やりたいことにすぐに取り掛かれます。物が多いと、食事や勉強など本来やりたかったことの準備や片付けが増えて、本質的な作業ではなくて準備に時間が奪われてしまいます。断捨離をすると、このような小さな時間泥棒とおさらばすることができました。
断捨離の大きな効果4つ目はメンタルが安定すること。物が減ったことで視界のノイズが消え、気持ちが落ち着くようになりました。特に文字情報は知らず知らずのうちに思考の負担になっていることがあったので、視界から見えなくなるだけで疲れることが減りました。また選択肢が少ないので決断疲れも減って思考の余裕が生まれました。物が減ると迷う時間も決断に使う思考力も減らせます。定番の服やメイク、食事を退屈にならない程度にパターン化すると考える工程が丸ごと省けるのでおすすめです。さらに未完了タスクが減ることでも脳の負担を減らせました。あれを片付けなきゃ、あれをきれいにしなきゃ。散らかったものは脳内で小さなタスクとして残り続けます。断捨離をするとすぐに片付き、すぐに掃除できるので、頭の中の片付けなきゃという声が静かになります。本来やるべきことに集中力を避けるようになります。断捨離の大きなメリット5つ目は住み替えや防災に強くなること。物が少ないと模様替えや引っ越しが気軽にできます。動かすものが少ないだけで梱包も開封も負担が段違いに減ります。もちろん引っ越し費用だって抑えられます。我が家は数年単位で海外と日本を行き来していることもあり、高い費用を払ってまで引っ越し先に持っていきたいものなのかという視点を持ちながら物を常に精査しています。定住している方は引っ越しするつもりで持ち物を整理すると断捨離がはかどるかもしれません。非常時に強いこともメリットの一つ。物の転落で怪我をするリスクも低い。どこに何があるか明確だといざという時の行動も早いです。防災グッズは定位置にまとめ定期的に見直しをしています。必要なものを精査して残しておくのがコツです。断捨離の大きな効果6つ目は好きがはっきりすることです。持ち物の数が減るほどなんとなく持っていたものが消え、毎日お気に入りのものだけを使えるようになります。クローゼットもキッチンもコスメも食器も定番や好きなものが明確になるので満足度が上がります。周りの情報に流されることもなくなります。自分が好きなものや物を買う基準が明確なので、招待や流行、セールの波に飲まれにくい。日頃から買い物の基準を意識しているので、後悔しない買い物ができるようになります。結果として時間もお金も心も全部同時に守られます。最後のメリットは使い切る喜びが増えること。物が厳選されると最後まで使い切る経験が増えます。ボロボロになるまで着た服、空になるまで使った化粧品。使い切ると感謝の気持ちを込めて手放せるので、物の気持ちよい循環が生まれます。以上、私が感じた断捨離のすごい効果をまとめてみました。断捨離すると時間もお金も心も同時に余白ができます。完璧じゃなくていい。今日一つだけでも手放してみてください。その一歩が明日の余白と自由につながります。